皆さんおはまか。夢の世界の花畑に住んでいるバーチャル YouTuber の花城もかです。今日は映画チェンソーマンレズ編を見てきまして、良いところはたくさんあったけれど、お花の情景描写が素晴らしいなぁと思いましたので、映画内に登場したお花について語りたいと思います。映画チェンソーマンといえば、戦闘シーンや音楽もめちゃくちゃかっこよくて素敵だったんですけど、お花の表現もとても素敵でした。映画が面白かったよという方にももちろんですが、チェンソーマンを知らない方でも動画の内容がわかるように、原作の辰木先生の漫画から引用する形で動画を作成します。なので、できるだけ物語の核心に触れるようなネタバレは少ない範囲でお話ししたいと思います。でも、考察動画なので、どうしてもネタバレしちゃうと思うので、事前情報なしで映画を楽しみたい方は、この動画をご覧いただくのはご遠慮いただけたらと思います。そして、映画を見てみたい、見た方ももう一度見たくなるような動画になったら嬉しいです。それではどうぞ。ガーベラの花言葉。物語の冒頭で主人公のデンジが募金をしてガーベラをもらうといったシーンがあります。ここでデンジがもらったガーベラは白色でした。ガーベラには感謝という花言葉があります。おそらくここでは募金してもらったお礼といった意味合いでのガーベラだったのでしょう。しかしガーベラには色ごとにも花言葉があります。白色のガーベラの花言葉は希望、純潔、律儀、未来への希望を持って純粋にデズに惹かれていくデンジにぴったりな花言葉だと思います。そしてガーベラには本数ごとにも花言葉があり、一本のガーベラの花言葉はあなたが私の運命の人です。これだけ聞くだけでも一本の花でいろいろな意味が込められているのがとてもすごいですね。次に物語の最後にデズが募金をしてもらったガーベラについてお話ししましょう。この時にデズがもらったガーベラは赤色でした。赤色のガーベラの花言葉は神秘、燃える神秘の愛、チャレンジ、限りなき挑戦、常に前進。いろんな解釈があると思うけれど、モカ的にはレゼはデンジに恋愛的な感情は持ってなかったんじゃないかなと思っています。なので、ここでのお花の意味は、チャレンジや挑戦、常に前進といったような意味合いが強いんじゃないかなと考えています。最後に失敗してしまったレゼがもう一度デンジに会いに行くという気持ちをとても表していて、モカはデンジの時と色を変えるだけで全然イメージが変わってくるこのシチュエーションにすごくドキドキしながら見てました。ラストシーンの花束について。デンジが喫茶店で花束を持ってレゼを待っているシーン。ここでモカは気づいてしまったんです。あれ？花束の花、ガーベラじゃなくない？お花の大きさ的にはガーベラかもしれないんだけど、花びらの付け方がなんとなくガーベラじゃないように見えたんですね。もともとレゼにプレゼントしたガーベラは枯れていて、代わりにデンジが持っている花束の花。確かに白色だけど、ガーベラじゃなくてマーガレットに変わってないかって思ったんです。もしマーガレットに変わっていたとしたら、これは大問題だなぁと思って、マーガレットの花言葉はいろいろあるけれど、関係ありそうなものを抜粋すると、真実の愛、誠実、信頼、そして私を忘れないで。もし花束がガーベラからマーガレットに変わっていたとしたら、やばくないですか？ガーベラの時と比べて明らかに恋愛要素のあるお花が含まれている。そしてデンジ視点からはレゼに対する気持ちは本当の愛情という意味。レゼ視点からしたら私を忘れないでという意味。何これエモすぎると思いながら最後興奮して見てました。ちなみにデンジが持っていた花束のお花なんですけど、ピンクっぽいのはアラストロメリア、青っぽいのはデルフィニウムじゃないかなと思ってます。でも白いお花に気を取られすぎてて自信がない。ちなみにアルストロメリアだったとしたら花言葉は未来への憧れ、デルフィニウムだとしたらあなたを幸せにしますになるので、デンジの気持ちにめちゃくちゃ合ってると思うんですけど、どうですかね。
実際に見られた方はどう思われましたか？コメント欄で何の花だと思ったか、よかったら教えてもらえたら嬉しいなと思います。ちなみに余談なんですが、この時に喫茶店の花瓶に飾られていたお花に、黄色いユリとピンクのラベンダーの花がありました。黄色いユリの花言葉は、陽気、偽り、不安。ラベンダーは色ごとには花言葉ありませんが、あなたは待っています。沈黙、幸せが来る、期待、疑惑、優美。どちらもとても二面性のあるお花ですね。もうこの花たちだけで物語のネタバレになっているんじゃないかと、モカは今ビクビクしながらお話ししてるんですけど、物語でデンジとレゼが楽しく過ごしている時間とラストで、花瓶のお花も全く意味合いが違ってくるなぁと思ったんですよね。ラストのシーンは特にデンジが持っている花束と喫茶店の花瓶の花の対比が苦しくて、ぜひこのシーンはお花の意味を考えながら見てほしいなと思いました。この最後の花束のシーンはエンドロールの後に流れるワンシーンです。モカが映画を見に行った時はエンドロールでもう出てっちゃう人たちもいたから、この最後の花束のシーンを見ないのは本当にもったいないと思います。だから映画最後まで見ていってほしいなとすごく思いました。答え合わせをするためにもモカはもう一度映画を見に行きたい。この動画を見た皆さんもぜひお花についても確認してみてくださいね。まとめ。皆さんいかがだったでしょうか？レズ編を見た後に喪失感がすごくて胸をえぐられたような余韻が残る素晴らしい映画でした。まだ映画を見ていない方には本当におすすめできる映画です。チェーンソーマンの話を知らない方も楽しめる内容だと思ったので、この動画がいいなと思ってくれたら、ぜひ映画館に足を運んでみてほしいです。よろしくお願いします。あと、この動画にいいねとチャンネル登録もお待ちしております。最後にどうしてもしたい物語の核心に触れるお話。レゼ編を語るにおいて最後にすごく言いたいことがあるのでお話ししたいんですけど、この話は物語のすごいネタバレになっちゃうので、まだ映画を見てない人は続きを見ないでほしいんです。ではカウントするので、映画を見てない人はこの動画を閉じてください。では数えます。3、2、1。レゼと会った時にデンジが口からガーベラを取り出してレゼを笑わせるというシーンがありました。ちょっと記憶があやふやなんですけど、どこで見かけたか忘れちゃったんですけれども、こんなようなコメントを見つけてしまいました。デンジ、騙されるな。口から出した花をもらって喜ぶ女なんかいないぞ。確かにモカでも嫌だわ。